私たちにキャンピングカーが納車されて2年半が経ちました。車中泊をした日数は200日を超えて、初めは全くわからないことだらけのキャンピングカーでしたが、2年半が過ぎて最近はわかることも少しずつ増えてきました。そこで購入前にはわからなかった厳しい現実が見えてきた今、知らずに買うと後悔する200泊をして分かったキャンピングカーの現実5選を今回はお届けしたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。で、母ちゃん、本題に入る前に私たちの簡単な自己紹介させていただきましょう。私たちが乗っているキャンピングカーはバンテックコルドリーブスリアエントランスタイプのキャンピングカーです。愛犬で3歳半のボーダーコリーのナギと夫婦で日本中を旅したいと思い、このキャンピングカーを購入しました。それと私たちは温泉、特に秘湯温泉を探して入浴することが大好きな夫婦です。では今回の本題、知らずに買うと後悔する200泊をして分かったキャンピングカーの現実5選始めていきたいと思います。では1つ目、電源バッテリーは無限ではないです。これね、聞くと当たり前のことなんですけど、実際旅をしていると結構厳しくのしかかってきますよね、この問題は。私たち1年を通して旅するじゃないですか。でそこでやっぱり夏場と冬場、ここがねやっぱきついですね。電源は常に。私たちのキャンピングカーが納車されたのが9月だったんですね。あの時はまだそんなにすごい車中泊の日数もいきなり10日行くとかじゃなかったじゃないですか。なので初めのうちはね、電源そんな困らなかったんですよ。必要性があんまりなかったんですね。でご飯も作ったりするのが、何を作っていいかがわからないとかっていうのも最初のうちはあって、自分たちがどんなことができるのかっていうこともわからなかったんですね。なのであんまり電源っていうのを使わなかったんですね。照明つけて気にしてなかったですね。気にしてなかったですね。本当にもうエアコンもその時は、九州でしたよね、最初に行ったのが。で九州であれ5日間ぐらい行きましたかね。もう2年半前でほとんどもうだんだんね最近は行き過ぎてそう記憶が曖昧になるっていう、これは年齢のせいだと思いますけどね。その車中泊旅は、初めてでとりあえず行こうと思って行ったんですよ。ほとんどその電気っていうものは使わなかったですね。でそこから11月12月とかっていうのはもうほとんど電気っていうか、暖房もそんなに FF ヒーターつけるぐらいで、照明つけて、でちょっとご飯したりとかって言っても、最初のうちカセットコンロとかでやってましたっけ。カセットコンロも使ってました。なんか鍋とかね、ここでして、で電気調理器とかも最初のうち使ってなかったよな。使ってなかったんです。そうなんですよ。ケトルは使ってたかな。だからもう本当にね、ごくごく使うものも知れてたんですよね。でポータブルバッテリーも仲間入りして、その冬もあんまり困らなかったんですよね。そこまで感じなかったですね。最初の冬はねそんな困らなかったんですね。でその次の夏ぐらいからでしたね。だんだんこう慣れてきて、で行く場所とか日数も増えてきたんですよ。使い勝手が分かるようになってからですね。でもう料理もするし、で電気調理器も使うし、電子レンジも使う。そうですね。電子レンジ強烈ですよね、やっぱり。電子レンジ1回使うとね結構なくなるんですね。あとはね、やっぱサブバッテリー自体も最初のうちはこう皿じゃないですか。でそれがだんだんやっぱり少しずつですけどなんか劣化してるんじゃないかなと思うんですよ。ちょっとこの辺りはね詳しくないんでわからないって言えば、携帯と同じですかね。なんか充電ものって充電を繰り返していったらだんだん充電減るの早くなったりするじゃないですか。でそういうこともあるのかなって思ってるんですね。だからこう充電されたもの、同じ 100% 充電されてたとしても以前に比べて減るのが早いっていうふうにも感じています。で夏場、大分県行ったじゃないですか。行きましたね。あの時に初めてバッテリーなくなったんですよね、夜中に。ゼロになった。ゼロというか加減設定してるんで、この私たちの乗ってるキャンピングカーのコルドリーブスっていうのはイリスっていうシステムが組まれてるんですけども、それには加減設定ができるんですね。で加減設定を 10%、この加減設定っていうのは仮にゼロまで使いすぎたりすると劣化がひどくなるとかって、バッテリーが傷むっていうお話だったんですね。それで加減設定の 10% まで使うと電気が使えないっていう状態になるんですね。で、それでバッテリーを守ってるんですけれども、であの時大分県で初めてそこまで行ったんですよね。切れましたね。切れました。もうクーラー、暑くて起きたんですよね。最初ナギがハー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 言うなと思ってたんですよ。であれと思って起きたら電気つかないってなって、そこで初めてのバッテリー喪失、あれが1回目でしたね。その時はとりあえず走行充電
でなんとかしようとして、走ったんですね。あれ夏の夜だったじゃないですか。だからね結構走行充電でも回復が早かったんですよね。早かった、だからなんとかそのまま走って次の日の朝はクーラー使えてましたよね。過ごせてました。でこれがですね今回北海道に35日間実質37日間行ってたんですけど、真冬の北海道に行ったんですね。でこれはきつかったですね。きつすぎました、はい、電力不足がこんなにきついのかっていうのは、夏場はダメだったら RV パークへ行けばいいって思ってたんですよ。で RV パークも結構今ね、いろんなところにあるんで、すぐ探せるんですよね。でこれが北海道の冬ですよ。甘く見てました。本当ね、分かってたっちゃ分かってたんですけど、ないんですよ RV パークが。あるのに空いてない。空いてないんですよ。あるはあるんですけども、冬場は空いてないんですね。雪のせいっていうことだと思うんですけども、でこれがきつかったですね。本当にきつかったです、甘く見てました。本当に甘く見てました。それまでも分かってはいたんですけど、電気がないって生活できないんですよね。もう電気がないと元気がなくなったうちはいつも元気元気とか言って、とりあえず私たち元気だけはあるっていうことをね、その時はねさすがに元気ちょっとなくなりましたよね。電気のねパーセンテージと同じようにね比例してね元気もなくなるんですよ。これがですね旅をする中でキャンピングカーの現実だっていうのもね、よく分かりましたよね、その時に。で母ちゃん、電源問題の我が家の対策としては、やっぱりポータブルバッテリーを増やすことでしたね。今私たちが所有しているポータブルバッテリーは2500ワットクラスが1機と、でこの1500ワットクラスと1000ワットクラス、この3機でなんとか回してますよね。で北海道旅ではこれ全部使い切りましたよね。なくなりました。もうなくなって、もう全部カツカツ、本当に全部なくなった状態になりましたよね。ポータブルバッテリーもこの3機積んでると結構重さも出るんですよね。なのでやっぱりこのバッテリー、最終的にはサブバッテリー、このメインの方ですね、そっちの方のバッテリー増設っていうのも考えたいなとは思ってますけど、このキャンピングカーの電力ですね、これは最初に、でも最初からねどんな旅するか分かってる人ってほとんどいないじゃないですか。キャンピングカー乗り継いでこられて、どんな旅をするかっていうもうイメージを持たれてる方はね、どれぐらい必要かっていうのはもう分かると思うんですけど、私たちキャンピングカー初めてだったじゃないですか。でこれがやっぱり分からないことだらけで、本当にキャンピングカー初めて乗られる方はこのバッテリーっていうのはね、どれぐらいっていうのは分からないだろうなと思うので、最初はキャンピングカーについてるバッテリーですね。でそれとポータブル1機ぐらい、もしサブバッテリーがなくなった時に1機とりあえずあれば、寒かったらお湯沸かしたりもできますし、暑かったら扇風機を回したりもできますから、初めは1000ワットか1500ワットクラスのポータブルが1機ぐらいあると安心ですかね。はい。では次、知らずに買うと後悔する200箱して分かったキャンピングカーの現実5選の2つ目、風雨環境音で快適さが変わるです。これもキャンピングカーを購入する前には知らなかったことなんですけども、環境音としてはトラックの音とかがうるさくって夜眠れないかもしれないなっていうのは予想ができたんですけど、風やな、特に車中泊旅をしてると景色のいい場所とかってなると海沿いだったりするんですね。でこの海沿いってすごい風荒れると風吹くんやな。そう、風が強いですよね。風が抜けてくるんで、そしたら普通に風が吹いてる分にはキャンピングカーもなんとなく揺れてんなとか、ちょっと揺れたなぐらいで済むんですね。で、これぐらいだったら眠れたりもするんですけど、問題は突風ですよね。突風が来るとドーンって音鳴るんですよ。でドーンって音鳴ってキャンピングカーがゴーンって揺れるんですね。でそれでびっくりして起きんねんな。であと雨の音、これは人によるかな。意外とパラパラちょっと気になります、そうですね。上の音が、家内はここをベッド展開して寝てるんですけど、私はバンクベッドで寝てるんですね。でバンクはね結構雨の音すごいんですよね。もう天井が近いんでバタバタバタってなってるんですよ。でこれは私結構
大丈夫なんですよなんでかな、なんか結構私ね神経質なんで初め雨の音とか寝れないんじゃないかと思ってたんですけど、結構この雨音は気に入ってるんですよね。でもこれはやっぱ人によるでしょうね。なんか人によってはうるさいし、なんかこう結構迫ってくる音なんで、苦手な人はいてはるかもしれへんよね。でこの雨の音はね、これをロマンに感じられるかもう騒音に感じるか、これはもう皆さんそれぞれかもしれないですね。うちは雨の音は大丈夫ですかね。私たちが2泊泊をして気になるのはやっぱり風の方ですかね。トップですね。はい、あとトラックもね冷凍車かな。でか一回これは北海道であったじゃないですかでもそれでもこれだけ車中泊してきてすごい気になったのは1回だけですよね。そうですね、1回だけですね。はい、もうね多分冷凍車か冷蔵車かっていうのだと思うんですけど、あれはでもちょっと潰れてたんじゃないかなと思うんですけど、でもエンジンのね音がちょっとおかしかったんですよ。もうなんかすっごい爆音っていうか、もうマフラー自体がなんかちょっと穴開いてるっていうぐらいな音だったんで気になって移動したの、これはちょっとうるさくて眠れないなと思ったのはその1回だけでしたかね。でもこれはキャンピングカーの防音設備がどれぐらいになるかにもよるかなと思うので、私たちのコルドリーブスはしっかりしてる方だと思うんですけども、意外と気にならないですね。はい、気にならないことが多いですね。仮に隣に大型トラックが来ても、普通に寝てますもんね。なのでその中で私たちが気になるのは風ですかね。これは個人差があると思うんで、旅をしながら経験していただくしかないかなじゃあなんでここに入れてんっていう話になるんですけど、私たちが購入前には知らなかったキャンピングカーの旅をしていく中での現実なので、入れさせていただきました。はい、これが2つ目です。じゃあ母ちゃん、知らずに買うと後悔する200泊をして分かったキャンピングカーの現実5選の3つ目、観光地都市部の駐車場問題です。次3つ目が観光地都市部の駐車場問題なんですけど、これは最初旅の計画を立てる時に全部下調べするんですね。観光地に行きたいとしたらそこにある駐車場を先に調べるんですね。 Google マップとかで Google Earth かとかで、見れるじゃないですか。でそこで駐車場のありかを先に調べて、でそこにゲートがないかとか、私たちのキャンピングカーは普通車サイズなんで駐車場の枠としては入るんですね。ただ問題は高さですよね。コインパーキングにしてもゲートとかバーが跳ね上がった時に高さ制限が出たりとかするんですね。でこういうのが入れないんですよね。だからもうそれを Google Earth とかで最初に画像で調べて、ゲートのバーとかでももうただ跳ね上がっていくものとか、ゲートにそこに何か高さ制限のあるものがないところ、これを選んでいってます。なので最初の下調べがめっちゃ大変ですね。だから旅の計画を立てた時に旅とかに行ってると急にここ寄りたいなっていうところとかあるじゃないですか。ああいうことができないんですね。できないというか、もし止めれる駐車場でもう全然高さ制限もなかったらさっと入れるんですけど、たださっと入るにもキャンピングカーって重たいんで、そんなにね普通の乗用車みたいに入ろうと思ってすぐ入れるっていう感じではないですよね。急に止まれないし急に止まれないなんかこううっとかっていうのをしてもあーっていうような感覚なんですね。止まるは止まるんですよ、もちろん。でも早めに決断しないと。そうですね。もうだから結局調べてちゃんと調べていくっていうことになるんですけども、ジムに乗ってるじゃないですか。ジムニーなんかやったらキャンピングカー乗った後にジムニーとか乗っちゃうとブレーキびっくりするぐらい効くから、なんかね普通に赤信号で止まろうと思って2人で乗ってたりしても、ナギも乗ってるんですけど、私がブレーキを強く踏みすぎちゃってゴーなるねんな、みんなで。あと都会にある、私たち食べるの好きじゃないですか。そうですね。都会に美味しいとこってあったりするんですよ都会というか都心部ですね。でそうするとそれが駅の近くなんかになっちゃうと、もう駐車場を探すの本当大変で、これはね乗ってるキャンピングカーのタイプにもよると思うんですね。バンタイプのキャンピングカーとか、
あと軽キャンとか軽キャンね高さがない軽キャンとかあるじゃない、うんうんまあ、そういう感じだったら結構自由にそうやねいろんなとこに出入りできると思うんで、まあ、旅ももっと広がりが出てくるかな。うん私たちのキャンピングカーは高さが3メートル近くあって車重もあるんで、まあなかなかねすぐにここっていうところには入ったりはできないんですけども、まあ、乗ってるキャンピングカーのタイプによってはもう全然違うと思うんで、私たちのようなキャブコンタイプを選ばれる場合は事前にね旅の計画を立てられるとストレスが少なくて済むかなと思いますね。はい、じゃあ母ちゃん、知らずに買うと後悔をする200泊をして分かったキャンピングカーの現実5選の4つ目、これはキャンピングカーのサイズ選びを間違えると後悔するです。さっきは駐車場の問題とかでうん外観でしたよね、うんうんこのキャンピングカーのサイズ選びを間違えるとっていうのは中の居住スペースのお話をしたいなと思います。この居住スペースなんですけども、これは、私たちの家族構成は私と家内とナギで、ナギの体重は前ね動物病院行ったらね26.4 キロぐらい、ボーダーコリーにしたらねもうすごい大きいって言われるんですけど、でも去年体重を測った時は 26.7 キログラムでした。変わってない。いや300グラム、これは大きいですよ。300グラム、ちゃんと1年で300グラム痩せましたからね。で骨格が大きいんで、そんなにこの体重をキープしましょうとは言われてるんですけども、ちょっとね緩んでるところもありますけどね。はい、私たちの家族構成は大人2人と大きいワンちゃんが1匹ですね。この家族構成で私たちはこのキャンピングカーを利用してるんですけども、私たちはこのキャンピングカーがジャストぴったりでしたねっていうイメージです。はいたまに狭いなって思うことはありますけど、広いと感じることはないですね。ないですね。もうこの荷物が増える。はい、荷物が増えます。特に冬場ですね。冬場ジャンバーとかあとお布団関係もめっちゃ積んでいかないと寒いんで、これで荷物増えますよね。でこれ電気毛布使えっちゅう話やねんな。多分ねもうずっとねご視聴いただいてる方は電気毛布を使いなさいっていう話だと思うんですけど、私たち結局使わないんですよ。もう極寒の北海道行っても使わないっていう、これ絶対使うと思ってたんですけど、使いたかったっていうのもあるんですけど、やっぱ電力問題がどうしても重くのしかかってたんで、あんまり自由に使えなかったっていうのもありますけど、それでもお布団っていうのは、仮に電気毛布を入れたとしてもお布団っていうのは結構な量がいると思うんですね。あとは寝袋っていうふうにコメントでいただいたこともあったな。寝袋はね寒い冬場でも大丈夫な寝袋があるんで、それだったら大丈夫だっていうふうにねコメントでいただいたこともあったんですけども、私が寝袋が苦手で家内は大丈夫なんですよ。で私がねやっぱさっきの騒音の話の時もお話ししましたけど、私神経質なんですよね。寝るっていうことに対してちょっと神経質で、ちょっとじゃないな、だいぶ神経質ですよね。それでその寝袋のこの横が閉まってる動きが取れない状態がね眠れないんですよ。あれ安心なんでしょ？だって私途中で開けて、足出したりしてます。なるほど、そのねどうもこの肩が締まってるような感じがして眠れないんですよね。で私はバンクでお布団を引いて眠るんですけども、この布団の量がね寒ければ寒いほど増えてきてしまって、であとジャンバー関係、これも分厚いですね。いちいちかさばるじゃないですか。一応対策としてはこの壁のところにバーを通してハンガーをかけて、でここでねジャンバーをかけられるようにしたんですね。これでねだいぶと助かりましたよね。今回の北海道、冬場の北海道ね、少しですけどね、こういう工夫をしてなんとか乗り切ってるって感じですけど、それでも荷物がものすごかったですね。北海道旅行はね、37日間っていう長い旅だったので、荷物が多かったっていうのもありますけど、洗濯物って1週間に1回ぐらいしてたじゃないですか、ってことは7日の旅で荷物量っていう感じだと思うんですよね。私たちのね旅の荷物が多すぎるのかもしれないんですけど、7日間ぐらいでコインランドリーに行って洗濯をしたりしてたんで、やっぱり荷物は、1週間ぐらいの旅をベースに考えるとあれぐらいになるっていう、冬場だったらですね、なると思うんで、大人2人で、ナギのジャンバーとかもありましたけど、それで、いっぱい
ぐらいになりましたよね、このキャンピングカーの中、であと食料とか、食料ちょっと多かったかな、それでもそんなことないよねだからやっぱりね、やっぱ布団が一番大きい。布団大きいですね。もうバンク、毛布もね、もうバンクがね、もう荷物でいっぱいになってました。はい。で、あとこの辺とかも荷物が多かったんで、寝るときはここにある荷物を運転席に移動させたりとかして、でそれでなんとかやりくりしてましたね。居住スペースでくつろげるようにっていうふうにしてましたね。セーター1枚でもちょっとかさばっちゃうんで。はい、そうですね。なんか圧着するようなやつとかでやるんですかね、あれって。でもありますけどね。でもなんか着るしね、めんどくさいよね。ただですね、これは私たちのキャンピングカーがリアエントランスタイプなんですよ。で、このリアエントランスタイプのキャンピングカーっていうのは荷物室がめちゃ少ないんですね。でこれも理由の一つになると思うんで、センターエントランスのキャンピングカーだったら後ろとかのベッドの下にかなりの荷物が置けると思うんですね。でこうなるとまたちょっと違うかな。なのでキャンピングカーのサイズ感だけじゃなくってキャンピングカーのタイプもやっぱり家族構成とか旅のスタイル、荷物の量、荷物の量ってなかなか分からへんと思うけどな、行く旅場所にもよるしね。そうですね、季節と場所に、よると思います。月並みですけどキャンピングカーショーとか、展示会みたいなものですね、ああいうのにいっぱい行って、やっぱり合うもの、最初1台目からっていうのはちょっと難しい。うちはたまたまうまくいったっていう感じですかね。私たちは居住スペースが結構大事だったんですよね。ここでくつろぐっていう時間が長いんで、なので、荷物は積めないですけどこのリアエントランスっていうのは私たちには合ってたんですけど、あとこのナギが大きいんで、入り口に土間が、この車は入り口に土間があるんですね。でこの土間がやっぱりワンちゃんと生活一緒にする上では便利に使えてるので、リアエントランスのキャンピングカーで良かったなとは思うんですけど、これは本当にね、家族構成とスタイルによって様々だと思うんで、できる限りね、やっぱり展示会とかキャンピングカーショーとかに行かれてキャンピングカーの中をよく見て、荷物室とかもですね、全部やっぱりよく吟味して選ぶのがいいかなと思います。これが私たちがキャンピングカーを購入する前には分からなかった現実の4つ目です。次が最後になる、知らずに買うと後悔する200泊をして分かったキャンピングカーの現実5選の最後5つ目、メンテナンスに費やす時間と維持費が結構かかるです。これは母ちゃん、旅から帰ってくるじゃないですか、そしたら片付けでまず荷物を下ろすんですね。さっき言ってたわっさっとした荷物をうちは大体下ろすんですよね。全部下ろしますね。全部下ろしますね、お布団とかを残してると湿気とかでね、カビが生えたりしたら嫌なんで、やっぱ全部下ろしちゃうんですね。でそうするとワンルームマンションの引っ越しを一回一回やってるみたいな感じなんですよ。荷物1週間分、仮に1週間旅に行くとすると1週間分の荷物を全部一回下ろすんですね。で積む時も全部積むってことになるんで、出発前とあと帰ってきた後、したらやっぱ1日ぐらいかかってるもんね。結構時間かかりますね。水積んだりとか、そうですね、水も積まないといけないし、でこれがね、駐車場が自宅にあればここまでかからないと思うんですけど、私たちは駐車場が違う場所に借りてるんですね。一度車を持ってきて積んでっていう、そういう作業が入るんで、時間がね余計にかかるっていうのもあるし、あと洗車ですね。で洗車も雪がある場所とか行くと融雪剤が巻かれてるんですね。でこの融雪剤が錆を招くんで、やっぱり北海道でも3日に1回ぐらい洗車したんですけど、それでもやっぱりね錆がちょっと出てたんですよね。でその錆の補修をしたりとかするのもメンテナンスに時間かかりますし、当たり前ですけど車なんでオイル交換とかも行かないといけないし、でそれにかかる費用もそうですけど、でタイヤがこの車は6本あるんですよね。でそうするとスタッドレスタイヤと夏用タイヤと分けて履いてるんですけども、常に6本6本の交換が必要なんですね。でこれがですね、タイヤを置ける場所がもし自宅とかに駐車場があって置ける場所があればいいと思うんですけど、私たちは駐車場がねないんで、タイヤの置き場がないんでタイヤ屋さんにタイヤを預けてるんですね。そうするとこれも費用がかかる。
で6本買える、うちは3年に1度タイヤを交換するんですけども、これがね6本買えるとなると結構金額もかかります。でオイルもこの車大きいんでオイルの量も結構ありますから、1回行くとそこそこかかります。オイルは私は5000キロに1回交換してるんですけども、5000キロってすぐ行っちゃうねんな。今私たちのキャンピングカーで2年半乗って走行距離がね、さっき見たら46,600キロぐらいでした。これが多いのか少ないのかっていうのがちょっとわからないんですけど、でも結構感覚的にはすぐオイル交換をしてる感じなんですね。旅好きっていうのもありますけど、いろんなとこね行きたいんで、そうしたら、その走行距離に比例してその交換部品とかが増えてくるんで、そうするとやっぱり費用がねかさんできますし、あと今この車は2年半っていうことはもう2年の保証期間、バンテックっていうキャンピングカービルダーで私たちは購入してるんですけども、このバンテックさんは2年間の保証があったんですね。この期間を過ぎるとあとは全て保証外ですから。急に不安になってきましたなりますね。もうだいたいもう後ろのドアも今壊れてますしね。壊れてるっていうのはドア自体が壊れてるわけではなくって、オートロックキーレスですね、これがね効かなくなっちゃったんですね、北海道で、ついに行っちゃいましたこれも直すとなるとお金がもうかかりますし、以前はねこれ保証で直してくれてたんですよ。これからは実費っていうことになりますね。丁寧に使わないと頼ます潰れないで本当ねそんな感じです。やっぱりねこの中にいろんなものが詰まってるんで、いろんなものっていうのは家で生活するようなものがここに入ってるんで、お家は動かないじゃないですか。でもこのキャンピングカーは動くんですよね。そうすると振動がそこかしこに行くんですね。そしたらやっぱり潰れちゃうねんな。そうですね、もう納車の時にね言われた、キャンピングカーはずっと地震が来てるようなもんですからっていうね、そう言ってこれはね本当知っておいてくださいね。キャンピングカーはずっと揺れてるんで、車ですからね、走ってますから。そしたらそこにお家が乗ってるんですよ。揺れてはダメな振動とかに弱いものはすぐに潰れていくっていうことなんで、これは結構お金がかかりますよね。ここまでね知らずに買うと後悔する200泊して分かったキャンピングカーの現実5選をお伝えしたんですけれども、ここから番外編でございます。番外編、はい、もうこれはですね、キャンピングカーの旅に出ると太るです太るんですよ。それうちだけじゃないの？うちだけかな。これうちだけですかね。キャンピングカーの旅に出るといろんなところで美味しいものがねそこかしこにあるんですよ。でこれをね私たち食べまくっちゃうんで、運動不足、問題はここなんですよね。キャンピングカーで旅をしてると運動不足にめっちゃなるんですよ。私たち一応お仕事はダンスのお仕事をしていて、普段はね、運動量が多すぎるぐらいだと思うんですけど、それで太らずにねなんとかやってるんですけども、これがですねことキャンピングカーの旅に出ると全く運動しなくなる。ナギの散歩でちょっと走ったりはしますけど、普段のような運動量はないんで、普段のように食べるじゃないですか。普段以上に食べてますよね。これがね太りますよね。キャンピングカーを購入する前には全くノーマークでしたよね。まさかね旅に行って太ると思ってなかったんで、この運動不足は私たちに限らず起こると思うんで、これはね皆さんにもねお気をつけいただきたいなと思います。健康にお気をつけください。そして最後に毎週金曜日18時30分より配信中の真冬の北海道35日間車中泊生活なんですけれども、次回はですねついに日本で一番寒い町陸別町へ行って車中泊をします。でその車中泊をした日がですね、陸別町でそのシーズンの最低気温記録を更新した日なんですね。でその最低気温記録を更新した想像を絶する寒さの中でいろいろなことを試しましたね。でその模様を今週金曜日18時半より配信いたしますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。じゃあ母ちゃん、今回はですね知らずに買うと後悔をする200泊をして分かったキャンピングカーの現実5選をお伝えしました。この動画が皆さんのキャンピングカー選びの少しでも参考になっていれば嬉しく思います。それでは今回はこの辺りで失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。